どうも、モブです。今回は、シアンハラートの性能解説についての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、基本特性についてだよ。シアンハラートは、執念キャラの交差か雫のように、特殊なゲージを管理しながら戦うハンターだよ。また、このゲージは、無欠の剣術と呼ばれ、コア攻撃や、通常スキルが命中することで、チャージされるよ。そして、無欠の剣術ゲージが 50% 以上になると、先決の剣舞効果が発動し、属性注入効果や、属性ダメージ、攻撃力が増加するよ。他にも、通常スキルが命中することで、HP が回復する効果もあるようだね。シアンハラートは、攻撃力3勝のハンターであり、多くのスキルにスーパーアーマー効果を保持しているため、とても相性の良いものになるよ。次は、突進化についてだよ。シアンハラートは、1突にすることで、無欠の剣術ゲージが 50% 以上になった場合、通常スキルが強化スキルに変化し、複数回使用できるようになるよ。また、強化されたスキルは、ダメージが 100% 増加する代わりに、無欠の剣術ゲージが 50% 解除されてしまうね。そして、通常スキルが命中すると、対象に真空の威圧効果が発動し、敵を弱体化させるよ。この、真空の威圧効果は、受ける属性ダメージと、受けるオーバーロードダメージを増加させ、オーバーロード時には、約 2.15 倍近いダメージが出るようになるよ。他にも、1突では、基本特性で所持していた回復能力が強化されたり、新たに不死効果も追加されたりするね。これは、原作通りの再現であると同時に、高難易度コンテンツで使ってみると、かなりありがたみを感じるよ。次は、2突効果についてだよ。シアンハラートは、2突にすることで、属性注入効果が 20% 増加し、オーバーロード状態の対象に、与えるダメージが増加するバフ効果を、パーティー全体に付与することができるよ。この効果は、オーバーロードダメージではないものの、パーティー全体に共有するもので、チームファイトモードではかなり恩恵がありそうだね。次は、3突効果についてだよ。シアンハラートは、3突にすることで、先決の剣舞効果が強化され、より強力なバフ効果を獲得できるよ。また、通常スキルが命中すると、新しいバフ効果、守護者の決意が発動し、さらに、既存の能力を強化してくれるね。一応、エレメンタルスタッカーとしては、3突で基本的な能力が揃うため、最低でも3突は目指すようにしよう。次は、4突効果についてだよ。シアンハラートは、4突にすることで、闇属性の味方1体ごとに、闇属性パーティーメンバーの防御力貫通が増加するよ。この効果は、通常のコンテンツでは、大したものにはならないけど、防御力貫通ステータスが有効な、ギルドボスでは貴重な効果になるね。次は、5突効果についてだよ。シアンハラートは、5突にすることで、既存の効果が強化され、よりオーバーロード時に、与えるダメージが増加するよ。また、必殺技が命中すると、新しいバフ効果、頂点の剣が発動し、さらにオーバーロードダメージを高め、防御力貫通や、攻撃力も増加するね。他にも、パワーゲージのチャージ量の増加や、必殺技のクールタイム短縮の効果まで追加され、必殺技の回転率も高まるよ。このように、5突効果は、かなり強力に設定されているため、5突推奨のキャラクターになるよ。次は、専用武器についてだよ。シアンハラートの専用武器は、自身の防御力貫通ステータスを増加させるよ。また、敵がオーバーロード状態になると、パーティー全体に、闇属性ダメージが増加するバフ効果を付与するよ。この効果は、小さいものだけど、効果時間が永続であり、最大4重複するため、戦闘時間が長めのコンテンツで活躍するね。次は、スキル使用順についてだよ。基本的には、ゲーム内の記載通りで構わないよ。しかし、突進化の状態や、スキルの命中率次第では、理想通りにいかないことがあるので、臨機応変に対応しよう。
次はハンターモードでのセッティングについてだよ。まず配置としては、イスラの一突効果を水師の純一郎に適用させるために真ん中に配置するよ。また彼の権能としては、ウロスの闇属性ダメージ増加は水師の純一郎と相性が良くないため、サブ枠として編成しよう。そしてイスラは特定の必殺技で得られる効果として、自身のダメージ増加の一部ステータスがパーティーメンバーに共有されるため、ダメージ増加値を高く設定しよう。その他には、シアンハラートのアーティファクトとして、ダメージを出せる類のものではなく、祝福セットを使用し、ストライカーの水師の純一郎を最大限サポートすることもできるよ。もちろん、時と場合によっては、ダメージが出せるアーティファクトセットを使用することもあるよ。次は、パーティー全体でのスキル回しについてだよ。まずは、敵の初動の攻撃に対し、極限回避を決め、QTE から水師の純一郎のスキル1でバフ効果をスタックしよう。次に手動でシアンハラートに切り替え、スキル1、スキル2、コア攻撃、強化スキル2と流れよう。強化スキル2は敵の背後に移動する特性があるため、後ろに移動したタイミングでイスラに切り替えよう。この時敵の攻撃を受けづらい時間ができるため、通常攻撃を3回使用し、コア攻撃を有効化しよう。そしてスキルに必殺技コア攻撃を打って再度シアンハラートに切り替えよう。またシアンハラートは強化スキル1必殺技の流れで敵をオーバーロード状態にし、水師の純一郎に QTE で交代するよ。最後に水師の純一郎は必殺技を使用すると、自身に適用されたバフ効果の継続時間をリセットする能力を持っているため、スムーズにスキル1とスキル2を使用し、必殺技を打とう。また、必殺技の後は、2巡目以降に向けて、通常攻撃でスキル1を有効化した後に、再度通常スキル1を3回使用し、バフ効果をスタックしよう。そして、オーバーロード状態が終了すると、一定時間は属性注入が無効になるため、しばらくの間通常攻撃でダメージを稼ごう。力を貸そう。畳みかける。安崎だ。蹴散らす。任せてください。運命は変えられません。まとめて退屈な戦いはここまでだ。終わりだ。冥福を祈る。対処する。邪魔するな。次は育成シートについてだよ。まずシアンハラートは攻撃力3勝のハンターであるため、攻撃力パーセントと追加攻撃力を中心にオプションをもろう。またアーティファクトは炎樹4、黒曜石4が基本であり、ダメージをより出したい時には混沌の烙印と併用しよう。他にはサポートよりのアーティファクトを採用し、ストライカーをサポートすることもできるね。最後に設計者の試験で実際に使ってみるよ。始めよう。はっ。こっちの終わりだ。邪魔するな。反撃する。せい。楽勝だな。はっ。力を貸そう。はっ。隙だらけだ。くらえ。蹴散らす。任せてください。きっといいことが彼らに。運命は変えられません。まとめて退屈な戦いはここまでだ。終わりだ。
を祈る。突破する。一気に倒すか。全て予定通りだ。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。